このインサイドのストレートボールの軌道です。で、ドライバーに比べたら当然ダウンに入ってきてました。ちゃんとボールを捉えてる。アイアンスイングにおいて一番注意しているポイントっていうのはありますか？もう一応スイングはもう印象に意識するんですけど、やっぱりアイアンはちょっとターンブローに打ちたいので、やっぱり右のこの手が体の外じゃなくてちょっとちゃんと下向いてる方をちょっと意識します。はい、それではイーボミ選手のアイアンショットですね。アイアンショットの解析をしていきたいと思います。まずは正面からのクラブの動きを見ていきたいと思います。上げて、ドライバー同様ですね。このバックスイングの円よりも、内側をクラブが通ってしっかり上から打っている様子が分かりますね。はい、で後ろからの様子を見てみますけれども、ドライバーに比べるとそのループの度合いはやや減りますね。その分、上からですね、インサイドから入る度合いは少なくなっていると思います。ダウンブローがドライバーのアッパーブロー3に対して 9.3 ですから、かなり上からしっかり打っている様子が分かりますね。で、特筆すべきところなんですけれども、クラブパスがややインサイドですね。これだけダウンブローに入ってインサイドから打てるっていうことは、本人もお話ありましたけれども、軸ですね、正面から見た軸がアドレスから動いていないというか、ややしっかり左にこう軸を動かしながらですね、打ててると。軸が右側にありますと、インサイドから打った時に最下点が右に来ますから、これだけダウンブローに打てないんですね。外から来てアウトサイドからリリースを早めにしますから、このダウンブロー 9.3 という数字はなかなか出ないと思います。はい、それでは回転の画面ですね、見ていきましょう。はい、この動きを見ていますと、ドライバー同様ですね、ハーフウェイバックのやや先ですね。でそこに一番右にシャフトを回転しているポジションがあります。でその先、このオレンジのゾーンをぐーっと過ぎて、ここがトップのポジションですから、ハーフウェイバック、一番開いている右に回転しているゾーンからもうすでにトップにかけて左側に握り込みながら、そのままフェースというか、シャフトですね、左にトルクをかけながらインパクトしているという様子がこの画面からよくわかりますね。はい、そして最後にテンポなんですけれども、これはもうドライバーと全く一緒ですね。 4.3 ということで、当て方、ダウンブロー、アイアンはダウンブロー、ドライバーはアッパーブローに打っているんですけれども、そのアレンジをしながらもこのリズムは全く一緒ということで、彼女の中でテンポを大事にしているということがこの画面からもよく見て取れます。男子プロ並みにちゃんと画面ができた、キャストせずに溜まってるっていう数値になってるので、多分この辺がすごく飛ばしにつながってるのかなというところです。はい、それではイーボミ選手の解析をしていきたいと思います。バックスイングの上がった軌道よりも内側からですね、内側から下ろしてきて溜めて下ろしてきてますね。これを後ろから表示を変えて見てみますと、バックスイングの上げていく軌道よりもぐーっと内側にループして V ゾーンのもう内側ですね、内側から叩いている様子が分かりますね。それではインパクトの画面ですけれども、ややアッパーブローですね。しかも本人が言う通りややドローですね。インサイド4度からスクエア 3.1 度ですね、インサイドから捕まえている様子が分かりますね。
ヘッドスピードは45ということで、ナチュラル暗黒が 31%、かなりしっかりとダウンスイングでためがあるということがこれでもよくわかります。そしてこの画面ですね、回転の解析の画面ですけれども、これ非常に特徴的ですよね。シャフトの動きなんですけれども、バックスイングを上げていってハーフウェイバックで 25.8 度右に回転しているということなんですけれども、ここから少し上げていく段階でこの時点で、一番シャフトを右にひねっている状態なんですね。でこのオレンジのゾーンというのはトップまでの間を示しているんですけれども、このトップ一番開いている右に回転している状態からもうすでにトップにかけては左方向に回転しながらトップに上げていってるんですね。でそのままぐーっと左方向にトルクをかけながらインパクトを迎えるわけですけれども、多くのアマチュアの方がですね、この三角形の表記がこのトップよりも右側ですね。ですからこのトップよりも一番開いている数値が大きくなっていきますから、そうすることによってアウトサイドからオープンフェースで降りてきてしまうということなんですね。このボミ選手のようにこのトップの位置よりも左側にバックスイング側に一番開いているポジションがあるということは、ハーフウェイバックの状態からやや左にシャット方向にですね握り込みながらトップに上げているということですから、体を開かないで内側から叩く準備ができているということなんですね。ですからそのダウンスイングのため体の開きというところはこのシャフトの回転からもよくわかると思います。この状態から握り込みながらインパクトしていくという、そういうところも注意して見てもらえるといいと思います。